います。はい、厚揚げもございます。はい、ババンババン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 ありがとう。ババンババンバンバンありがとう。ババンババンバンありがとう。はい、藤子さんでございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい目見れるライブを目指しておりますので、皆様、積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこにカリカリとシーバーを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャーを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが白黒のクータくん、チャドラのマサルくん、白茶のゆうりさん、そして画面に収まっておりませんが、三毛猫のたまちゃん、グレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバーをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバーあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。抹茶は食べてるかな？さすがに食べてるかな？抹茶全然食べないんだもんさ。もう痩せてるからさ、ほんと食べてほしいと思うんだけどさ、抹茶食べないんですよ。ね、虐待ではございませんみたいな。というわけで、1日1個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で、乾杯のことを、ジャスティースって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース、たけしジャスティース。今日は氷をいっぱい入れた冷たい水でございます。相変わらず今日も塩は入っておりません。すっかり塩入れるのがめんどくさくなってしまった。そしてさ、今日はさ、いつも黒豆茶をにゃんこにあげてんだけどさ、今日はちょっと暑くてね、で、グータンがちょっと調子が悪かったわけよ。でね、なんか水を飲もうとした時に、なんか黒豆茶だったんで、なんかこれはいいやみたいな感じで飲まない感じだったんで、あれと思って
水飲みたいんだよね。でも飲めないのか。それじゃあちょっとかわいそうだなと思って、黒豆茶じゃない、普通のお水も用意してあげたわけよね。で、並べて置いたんだけどさ、みんなやっぱりな、普通の水のが好きみたいだな。みんな、みんな普通の水ばっかり飲んでるな、みたいなね、感じで、とほほっていう感じでございますよ。はい。ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。ペンタマさん、今夜もジャスティス。藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは、本日もお付き合い、よろしくお願いいたします。なんだ、そこにおしっこされてるのか、またな。みんなが大好き猫テントにな。リーター先に寝てたから、そこにおしっこしてんだな。クータが一生懸命、こう、ホリ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 してね、砂かけの仕草をしてね、臭いのがあるとニャンコこうやってやるんだけどさ、それを今一生懸命ね、またテント洗わないとみんな使えないな。みんなそれ好きなのにな。残念。明日洗いますよ。はい。テントはさ、とほほ。そうなんだ、ゆりたんにね、結局おしっこされちゃうからね。で今日はさ、暑くてな、お客さん来てたんだけど、まあそんな長い時間ではないからね、とは思ったんだけど、だ今日は、もうそもそも暑いしさ、そもそも暑いし、クーラー入ってるにもかかわらずさ、なんかそもそも暑いんで、これ大丈夫かしら耐えられるかしらなって思ったんだけど、まあ意外とね、なんかそんな思ったほどではなかったんだけど、ただまあ普通にぐーちゃんがさ、腎臓のな、ゆりたんが前ね、よく発作を起こしてた状態、ぐーちゃんも一回それを全く同じ状態になったことがあるんでね、まあみんな多分腎臓悪いんだろうなって感じなんだけどさ、今日はぐーちゃんがなんかちょっとそんな感じだったんだね。で、なんか、切ない声を上げてから、辛いんだろうな、なんて思って。だけどね、その撫でてやったり、さすってやったりとかしたいんだけどさ、なんかそれも嫌みたいでね、なんか家の中をうろうろ徘徊しちゃ、落ち着く場所がなく、みたいなね、感じだったんだよね。まあ今ちょっとね、ようやく落ち着いたのかわかんないけど、気持ちよさそうに寝てるから、じゃあまあいいかと思うんだけどさ、まあでもカリカリも食べないし、シーバーも食べないしなって感じな。まあ、ぐーちゃんはさ、なんか食べてないと思うんだけど、その割には体がポンポコリンなんでね。まあ、いいっちゃいいんだけどさ、っていう感じなんだよな。ね、たまちゃんね、たまちゃんそこにいんな。でさ、最近はさ、たまちゃんがさ、すっげえでっかい声で泣くわけ。で、これ始まるちょっと前もさ、たまちゃんがなんか意味もなくすっげえでっかい声で泣いたからさ、せっかくぐーちゃん気持ちよさそうに寝てんのにさ、もう飛び起きて。なんだよ、今度は抹茶かよ。抹茶も人のこと言えないぐらいでっかい声で泣くくせにさ、この前、たまちゃんがね、なんかうんこしてる時にさ、すげえ、でっかい声出したんだよね。で、それでみんなもうびっくりして、抹茶がうんこ出ないのかな、なんか変な動きしてるな。みんなうんこ出ないんだな。また納豆あげないとな。今日、納豆買ってきたから。今日だったっけ昨日だったっけ今日かな納豆買ってきたから。明日あげますよ。はい。明日納豆あげるし。ね。テントも洗いますよ。はい。猫様のお世話に日々明け暮れてるね、状態でございます。カインターさん、ジャスティスありがとうございます。まだ走り回ってんだ。まあ元気でよかったよっていう感じだけどな。で、今日はそうだからお客さんがね、来て暑いからね、今日もね、アイス買いに行こうと思ってさ。アイス買いに行こうと思って。でね、今日は、ハーゲンダッツの抹茶ハーゲンダッツの抹茶の、なんか期間限定って書かれてたんだよね。で、それの抹茶ブラウニーとかっていうやつで、なんかどうもブラウニーがね、抹茶アイスに混ざってるみたいなやつ買ってきたんだけど、何しても暑すぎる。
暑すぎるのかな？それとも初めから溶けてたのかな？なのかなっていうぐらいにさ、いざ食べようかと思ったらさ、もうだいぶドロッドロに溶けてて、嘘。嘘だろうと思って。だから、逆にあれかと思って、なんだろう、生クリーム部分っていうのかな、ね、乳製品の部分がね、濃厚だとアイスって溶けやすいのかなと思ってさ、ね、それだったら、いいんだけどさ、いや、なんかすげえ溶けてっからあっという間に食べ終わっちゃって。いつもさ、硬いアイスをさ、一生懸命ね、ほぐして食べて、時間かけて食べてね、なんか食べたみたいな感じなのにさ、なんか溶けちゃってっからさ、もうどん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 食べて気づいたらもうなくなって、あれと思って。あれ、なんかアイス食べたっけみたいなさ、そんくらいの勢いでアイスなくなっちゃったからさ、あーっていう感じでね、なんかちょっともったいないなって感じだったな。カニタンさん、私は今日はスイカバーだよ。いいね、さっぱりしてるな。ヨッシーさん、毎日本当に暑いですね。私もハートで見えない。クーリッシュかな、クーリッシュ食べました。クーリッシュってなんだっけ、氷のアイスだったっけね、なんかそういうさっぱりしたやつが本当はいいんだろうな。本当はいいんだろうなと思いつつ、フルーツはこの前食べたから、今日はどうしようかなと思ってね、アイスにしようかなと思って。だからフルーツがさ、もうちょっとね、種類が豊富だったらいいんだけどさ、なんか最近さ、やたら全部さ、大きくなってんじゃん、ものが。大きくて値段が高いみたいな感じでさ、なんかカップ麺にしてもやたらなんかでっかいのばっかり売ってるなっていう感じなんだよね。で、値段がね、ちょっと高いみたいな感じで、なんでもかんでもそんな感じで、だから前はフルーツもさ、なんかもうちょっと小袋っていうのでね、1回分みたいな感じで売られてたと思うんだけど、最近なんかね、大量なんだよね。だからそれはちょっと買えないので、そうするとその小袋っていうのかな、1回分で食べれるぐらいで売ってるのが、種類がないんでさ。でね、この前買ったからなと思って。で、今日はハーゲンダッツにしたんだけど、なんかあっという間に食べちゃって、もったいな、みたいなね、感じだったかな。で、あとは何があったっけな、今日は。今日は暑くてな、だからあれか、ドラッグストアに行こうかな、どうしようかなと思ってたんだよね、夕方ね。またクーポンが出てたからね、と思ったんだけど、いや、そもそも払えるお金がないじゃんと思って。昨日メルペイね、ほぼ使い切ったし、ね、あとないからさ、500円玉貯金また切り崩すしかないからさ、いや、そもそも払えるお金がなかった。買い物行けないわ、と思ってね。結局行かなかったんだな。で、今日は月曜日か。月曜日でゴミ出しの日だったのか。ゴミ出しは行ったな。行ったよな。確か行ったはずだ。月曜日だもんな。にゃんこのトイレのシートを、出さないといけないから。そうだよな。ゴミ出ししたな。で、晴れてるから洗濯もしたな。今日はシーツも洗ったな。なんかもう暑いよね。暑いしか出てこない。だから扇風機もさ、もう弱、今までさ、扇風機ってね、なんだ、風量弱しかさ、ほぼ使ったことないんだけどさ、なんか今日は全然、全然それじゃダメだと思ってさ、ちょっと、強めっていうのちょっと強めにして、で、扇風機2台ね、ガンガンに回してっていう感じかな。っていう状態でね、なんか過ごしてて。で、未だにっていうか、さっきまでか、さっきまで中っていうのかな。今日ではないけど、ね、中にしてたけど、さっき録音するのにちょっとうるさいかなと思って、弱にしたよ、みたいな感じでね。なんか、扇風機を強にしてね、2台回してって、なんか、初だな。
初だなって感じだったな。で、お客さんもね、割と早めに帰って、ね、なんだけど、全然なんかさ、もう部屋が、ね、クーラーが全くもって回ってこないっていうのかな。ね、もうどうしちゃったのかな。どうしちゃったのかなっていうね、いい感じだよな。あと何があったっけな、今日は。今日はご飯炊いたのか。ご飯炊いて、そう、だから昨日さ、ビュッフェ行ったじゃんか。ガストのビュッフェ行って、で、温玉と、あととろろと、あと何かしら、わさびかな。わさびあってもしょうがないけど、まあ、って感じでさ、なんか一通り取ってきたんだよね。ただご飯が、足りなかったんで、まあ、ご飯おかわりしないとそれらのものは、食べれないなっていう感じだったんだけど、ご飯はさ、片付けられちゃってたんで、で、それは持って帰ったんだよね。で、さ、今日はそれがあったんで、そうだと思ってな、ご飯炊かないとこれは食べれないかと思って、で、炊いたんだ。そう。だから今日ね、朝っぱらから買い物行ったんだ、そういえば。今日は朝っぱらから買い物行ったんだ。朝のコーヒーのお供が、なくって、まあ、ないのはまあ、ないでいいんだけどさ、他にいろいろあるからあるじゃん。ないんでっていうのと、あとね、昨日夜、きゅうりの、えっとね、梅の、えっと、梅味噌作ったやつね。それが、甘酸っぽい感じの、味なんだよね。だから酢味噌か。酢味噌的な味なんで、なんだっけ、刺身こんにゃくか。刺身こんにゃくがさ、今なんかね、刺身こんにゃくだけじゃないんだけど、その棚になんか3点買うと、いくらみたいなね、感じで、この前だからね、全力で、刺身こんにゃくを買ってきたわけよ。だから、ところてんとかもあるから、ところてんと、あとなんか寒天ゼリーみたいなのもあって、で、まあ、それも対象なんだけど、寒天ゼリーは食べないからさ、まあ、ところてんとその刺身こんにゃくとね、買えばいいんだろうけど、なんか全力でね、その刺身こんにゃくに使ってきたんだよね。で、それが1個残ってて、で、昨日の夜食べたんだっけ、一昨日か。一昨日食べて、で、その味噌がもったいないからと思って、で、きゅうりをピクルス的な感じでね、つけとけばいいかと思って。で、つけといたのかな。つけといたんだけど、なんかさらに増えちゃって、もったいないなと思ってね。で、これどうしようかなと思ったんだけど、そっか、これね、なめたけにすればいいんだなと思って、じゃあ、えのき買ってこようと思ってさ、今日朝っぱらから、えのき買いに行って、えのき買いに行って。で、なんかね、朝ってすげえ混んでんのな。出勤する人がなんかいろいろ買うみたいなんだよ。で、その時間にどうもね、行っちゃったみたいでさ、すごい混んでて、でね、なんかほんと申し訳ない。混んでる時間に行っちゃって、ほんと申し訳ないって感じだったんだけど、で、行ったら、あれだ、納豆と豆腐が安くなってたのかな。で、ついついそれも買ってきて、みたいな感じで、今日はだから朝っぱらからスーパー行って、で、またハーゲンダッツ買いに行って、みたいなね。だから今日は私はスーパーに2回行きました。皆様は今日はスーパーに何回行きましたか？何の質問だ？よしさん、ガスト、朝食ビュッフェ、開催店舗が、近くにあるのは羨ましいです。そうね。選ばないとっていうか、なかなかそのビュッフェはなかったりとかするよね。そう、だから前言ってたのはさ、サイゼリアのモーニング、なんか行ってみようと思ってたんだけど、今もうね、サイゼリアは、一般人が入れないところだけになっちゃったんだよね。そのディズニーランドのなんかホテルに宿泊してる人
の朝食でしか、なんか、サイゼリアのモーニングはないらしいんだよね。なので、あ、サイゼリアのモーニングはないんだな、なんていうふうに思って、じゃあ、あと他になんかあるかと思ったら、そのガストのビュッフェがね、で、それも、昨日行った場所、1店舗のみになっちゃったらしくて、ただまあそこはうちからは行きやすい場所だったから、じゃあ行くか、じゃあ行くか、みたいな感じだったんだけど、そう、ビュッフェになるとね、なかなかないよね。普通のモーニングだったらやってると思うんだけどさ。なので、まあ、ね、どうせ行くんだったら、まあ、ビュッフェのところの方がいいかなと思って、で、行ってきたわけよね。まあ、ただ、そんなに、普通にモーニングの方が、まあ、いいと思うよ。いいと思うよって感じ。だから、クオリティは、所詮ファミレスなんでな。ファミレスクオリティなんで、それにさ、1200円だったわけよ。まあ、ビュッフェで1200円って考えりゃ、まあ、そりゃ安いとは思うんだけど、クオリティは、所詮ファミレスでガストなんで、ね、なんか、たかが知れてるじゃんか。それに1000円以上払うのかって思ったらさ、なんかもうちょっと普通のね、それこそさ、ルノアールのモーニング、サンドイッチ2つさ、サンドイッチ2つね、頼んだのと同じような値段だからさ、だからそっちの方が全然ね、満足感は高いと思うんだよね。で、ほら、普通にガストのモーニングだったらもっと値段を抑えられるわけじゃんか。ビュッフェじゃなければさ。そっちの方のが多分ね、満足感はあると思う。って感じだった。タヌコさん、こんばんは。暴走は本日もしぶとくやっておりますよ。で、昨日行ったところはね、なんか、やっぱり人が足りてないんだろうね、今ね、どこもかしこもね。人が足りてないというか、まあ、その人数でやらされてるのか、何なのかわかんないけどさ、もうね、壊滅状態っていうのかな。席はね、いろいろなんかいっぱい空いてそうな感じなんだけど、まあそこそこ埋まっちゃいるっていうか、もう帰った後、ね、物が置かれたまんまの席がいっぱいあるって感じでね、なんか汚い席がいっぱいあるっていう感じなんだけど、それがもう全然片付いてない状態で、なんかお好きなお席どうぞって言われたけど、お好きな席がね、みたいな。そんな感じで、まあまあね、どうかしら座ったけれども、みたいなね。で、ね、いざ取り行こうと思ったらさ、皿がないわけよね。で、と思ってさ、どれで取ればいいんだろうなっていう感じで。で、大きいお皿が一応ね、2枚ぐらい置かれてたわけよ。で、これでいいんだよね、なんて思った。だって他にないもんね、と思って、これだよね、みたいな感じで、で、まあ、それに乗せるかと思ったんだけどさ、ただまあさ、食器がさ、いちいち汚いわけよ。だからさ、これに乗せんのこれ洗った食器なのかな違うのかなっていうのがさ、まあわかんないんだけど、それしかないからさ、いや、多分これだよね、と思って。ただまあ、使用済みの食器にしてはそこまでは汚れてないから、まあ多分これだよね、なんて思ってさ。で、まあね、取ったけどさ、一応みたいな感じ。で、カップにしてもさ、そのスプーンとかフォークにしてもさ、いちいち全部が汚いわけよ。だから、これ本当洗ったのかなそれともね、なんか使用済みの混ざっちゃってんのかな何なのかなみたいな。だから利用してる人がみんな外人さんなのでさ、なんか多分ね、そのルールっていうのかな、なんかね、システム分かってなくて、で、結構子供らとかもさ、いるからさ、なんかね、混ざっちゃってんのか、ね、何なのか、もうさっぱりわかんない状態で、だからなんかなって思いながら食事してたから、それに、それに1000円以上払うのってさ、なんかちょっと納得できないとこあるだろうみたいなね。
感じだったので、ね、1000円以上払うんだったらモーニングでね、なんかちゃんとしたものっていうのかな、なんかもうちょっと他の食べた方のがきっといいと思うよっていう、感じでございました。うちさん、久留米や文京区にもガストはあるが、開催してない、そう、ビュッフェはね、その1店舗だけだったみたいだよ。前はなんか3店舗ぐらいあったらしいけど、なんか今はそこだけになってるみたいなね。だから、明日じゃない、昨日行く時もね、なんかやってるかな、どうかなっていうのを半信半疑で言ったんだけど、まあやってたからね、やってたからよかったっちゃよかったんだけどさ、まあとにかくね、食器が来た。食器が汚くてっていうところがね、ちょっと気持ち悪くてみたいな感じでございました。で、あとは何の話すればいいんだ、そんなとこかな。じゃあ、タロットカードタイムでも行くかね。本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。あとは何の話、そっか、今日の朝のコーヒーの音もね、そう、コーヒーの音もはさ、どうしようかなと思ってたんだよね。どうしようかなと思ってたんだけど、なんかね、アンパンがすごい美味しそうに見えちゃったわけ。やべえ、アンパンが美味しそうに見えると思って。で、やっぱりついつい原材料を見てしまうんだけどな。原材料を見て一回棚に戻したんだよね。一回棚に戻して、もう一巡して、で、結局、やっぱり、このアンパンが私は食べたいみたいだと思ってね。今日はアンパンを買ってきて、で、今日はコーヒーのお供に食べましたよって感じ。さすがにコーヒーっつってもな、ホットのコーヒーはさ、もう良くないって、我ながら思って。我ながら思って。ただそのインスタントコーヒーを溶かすのにね、お湯じゃないとやっぱりちょっと溶けないんで、少しだけ沸かしてね、2、3杯アイスコーヒーが飲めるぐらい、少しだけお湯沸かして、で、アイスコーヒーにしてね、で、アンパンは食べたんだけど、氷がね、トレイに水入れて、凍らして作ってんだけどさ、下に受ける氷溜めとく、入れ物っていうのそれがね、ないというか、めんどくさくて洗うのが。だからそのトレイね、から、取って、で、直接コップに入れてるわけよね。で、暑いからさ、あっという間に溶けるんでさ、朝使っちゃったんでね。だからまた凍るのに時間かかるんでね。なんかすぐに飲んじゃうから、それはそれでどうしましょうかっていうとこだよね。そっか、水冷やしとけばいいのか、寝る前にな。もう今日からそうします。今日からそうします。だから麦茶があればいいんだよな、本当はな。だから麦茶の作るポットを買えばいいって話だな。そうだな。やっぱり買うか。なんかほら、この前さ、壊しちゃったんだよね。高いポットを使ってたんだけどさ、それをね、なんか壊しちゃったのがあって、なんかまた壊れちゃうのかって考えるとさ、なんかどうしようかなと思って、買ってないんだけど、買えばいいっていう話だな。よしさん、シュートアップ、てんたまさん、ほほとは何があったのですか？私がとほほって言ったから、とほほって言ったんだと思うよ。どっか行っちゃったね。寝ちゃったのかな、なんかトラブルがあったかな。カニタさん、麦茶良いね。前はもう本当もっぱら夏といえば麦茶だったんで、だから麦茶作るにはさ、そのポット、麦茶作るポットないとさ、作れないっていうのか。
なんちゃうか、それをさ、なんかね、手滑らして落っことして落下したらさ、あっという間に割れちゃって壊しちゃったわけよね。それでなんかもうがっかりしちゃって、がっかりしちゃって大惨事だったしさ、もう大惨事だった上にね、もう高いポットをあっという間に壊して、ああって感じだったんでさ、なんかちょっとそれっきり書いてないんだよね。ヨッシーさん、そういうことですか？はい、そういうことだと思います。私がさっきとほほって言ったからね、乗ってくれたんだと思いますよ。はい、というわけでね。ヨッシーさんからストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃーん、黄色いカードだを、力のカードでございますね。いい塩梅の、カードでございますね。そういえばね、これ始まる前になんかネタないかなと思ってまたな、話のネタなんかないかなと思ってさ、YouTube 見てたわけよね。で、ショート動画を見てたんだけど、時間がなかったからさ。そしたらね、なんか虎が鳥に遊ばれてる動画でさ、なんか虎が、水の中ね、水の中に浮いてる鳥っていうのを狙って、で、虎も水の中に入ってるわけよ。で、それをさ、その鳥を追っかけてるんだけど、鳥は水の中にスッて潜っちゃって、で、いなくなっちゃってたんで、で、その時の虎の反応がさ、ええどこ行ったのどこ行ったのみたいなね、仕草がさ、なんかすげえ可愛くて、面白くて、みたいな、ね、動画を見てたんだけど、なんかこのカードみたいだな、なんてさ、ちょっと今思い出しちゃったわけね。ストレングスだっけ？ストレングス、ね、ダイアルカナが出ましたね。ストレングスとは筋力、パワー、筋力持続のみならず、スピード、バランス、コーディネーション等の、機能が関わるすべての体力要素に不可欠な能力ですって、全然タロットカードじゃない解説で出てきたな。タロットカードって入れないと出てこないんだな、これな。あ、消しちゃった。ストレングス、タロット、はい。タロットカード、これか。はい。力の正位置は、誠実さを表します。正位置だね、今日ね。はい。力の基本意味。力は本当の意味での力強さを表すカード。力という言葉は男性的なイメージがあるかもしれませんが、このカードに書かれているのは丸腰の優しそうな女性。愛情と忍耐で荒っぽいライオンの心を開き、懐かせてしまいます。そしてこの女性とライオンは互いを助ける同士でもあります。真の力とは腕力ではなく誠実さであることをこのカードは伝えているのです。また、8にナンバーを持つタロットである力のカードは大きな進歩や拡大についてのメッセージも送っています。そう、8な。地球の持ってる数字は、8だったかならしいね。あ、そうなんだと思ってさ。で、月が5だったっけかみたいだな。はい。力に書かれたシンボルの解釈、インフィニティのマーク、永久性、繰り返し、辛抱強さ、花が飾られた白い服、表裏のない純粋な心、真の強さ、青い山、乗り越えるべき試練、腹をくくる必要性、森の木々、支え合う仲間、力の意味とキーワード、聖一、信頼、華奢な女性に懐いているライオン。本当の力とは、押さえつける腕力ではなく、無限の愛と根気。力の聖地の意味は、
力ずくで押さえつけるのではなく、丁寧に熱心に心を込めて伝え続けること。これこそが、物事や人を動かす力だと、示しています。根気の重要性を伝えているのです。キーワード、誠実さ、真心、信じる心、包み込む、忍耐、諦めない精神、協力する姿勢、大恋愛の予感、やった。女性が一枚上手、悩み別読み解きで恋愛、時間をかけて分かり合う仕事、長期計画、結果が現れる、対人、力を合わせる、歩み寄る、決断、絶対に諦めないと心に誓う、了解、諦めない、はい、キャラクターに当てはめて読み解く聖一、努力家で粘り強く物事に対応できる、高い目標だとしても諦めない、人に合わせることがうまいので、厄介な相手も手なずけることができる、影の実力者、なんか時々言われるときあるな。影の実力者ってな。はい。タロット深読み、が、か弱いか。か弱い女性が猛獣であるライオンを飼いならす様子が書かれた力のカード。このライオンは私たち一人一人の中にある荒っぽい、野生性も示しています。そして自分自身と忍耐強く向き合うことで自分の心をコントロールできることもしているので、まとめ、真実の力を表すカードは、聖地なら辛抱強く取り組みや包容力、日本語がよくわかんない。を表すカードでした。力には本来無限の愛と忍耐力が備わっています。確かに。聖地の場合は誠心誠意、物事に当たれば、苦労は報われるのだと信じましょう。了解しました。というわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、誠心誠意、諦めないっていうね、メッセージだったんでしょうか。はい。楽しんでいただけてたら幸いでございます。大工さん、みごさん、皆様、こんばんは。放送は本日もお付き合いよろしくお願いいたしますって言っても、もうネタがないから終わりにすっかっていう感じなんですけど、どうしましょうっていう感じね。花火は見てないがいいえ100%だったな。まあ、まだまだこれからって感じがね、8月、まだね、夏っていうわけじゃないもんね。冬でも花火やってたりとかするから、ね、この先、まだまだこれからよって感じがね。まあ、昨日、一昨日か、だいぶ花火いろんなとこでやってたっぽいからさ、なんかみんな見たのかしらなって、ちょっと思って質問してみました。あとは何の話したらいいかな。あとは何の話がありますか。冷たい湯がうまいね。だからこの時間全然ね、ネットが開かないのよね。なんかライブやってるからなのかな。ようやく開いたかな。ヤフーニュース、山形、秋田の大雨は死者経由に、なんかね、山形すげえ、洪水になってるみたいだもんね。だから本当はな、そういう目に遭わずに、いつも通りの日常が過ごせることに、まあ感謝だなって思ったよね。ね。この暑いのにな。まあでも、暑い地域じゃないから多少マシだったりとかするのかな。あとフランスの、オリンピックがね、開会式されたみたいだけど、大炎上してるらしいな。なんかも
世も末だな、みたいな。なんか開会式だったらしいもんな。光、ファイバー、切断。ネットももうなんかね、いろいろ起きてるよね。大分、中学生骨折。薬が効かない菌。はい。交通系 IC は、先細りそうなのあれか、モバイルになってるっていうことか。佐野選手を、わからない。92年ぶり快挙、総合馬術団体がそうなんだ。えーえっと、で、なんだっけ、新しい競技なのかな、前からあったのかな、なんかスケボーがあるらしいじゃんか、競技にさ。スケボーなんかあったっけと思って、オリンピックに。だから新しい競技なのかね。それとも、元からあって私が知らなかっただけなのか。どっちなのかなって思うんだけどね。まあ、あれだね。普通のニュース見てもオリンピックネタばっかりっぽいな。オリンピックばっかりだな。そうで、青春18切符でな、なんか合わせ技ね、すればいいみたいな YouTube があって、そりゃ確かにいいねと思ってさ、合わせ技な、なんか大人の青春18切符。大人の青春18切符なと思ってね、金に物言わして、んでね、新幹線との合わせ技、だから全部青春18切符で行こうとすると、なかなかね、修行みたいになるから、ちょっと一部分新幹線も取り入れて、でね、結構、遠くまで行って、ある程度遠くまで行って、で、あとね、残り青春18切符でゆっくり回ってみたいな、なんか方法もあるよみたいな言ってた人がいて、なるほどなと思って。だって青春18切符ってさ、ただ運賃を抑えて、で、いかに遠くに行けるかみたいな、なんかそういうチャレンジだと思ってたからさ、なんかね、それで新幹線と合わせるなんて考えもしなかったからさ、そっかと思って、ね、大人の18切符はそれでもいいねと思ってさ、なんかそれで行けるとこないかなと思って、で、大概ほら、こっから行くと、そのバスツアーで行くところはね、大概行っちゃったんで、で私、日本海見たことないからさ、日本海見たいなと思ったわけよね。で、東京からその直線距離で一番近いね、その日本海に行けないだろうかと思って調べたんだけど、行けないんだよ。行けないんだよね。なんだ、そうなのかと思って。だから結局新潟とか、あとはなんだ、金沢とかに行くんだなと思ってさ。この前調べたらさ、金沢はちょっと遠くて日帰りはできないわけよ。いや、そっか、金沢って遠いんだなと思ってね。新幹線使わないといけないとこだったんだなっていうところがさ、おかげで今回いろいろ調べたおかげでさ、またね、日本のことがよく分かったな。よくではないけど、少しね、学べたなっていう感じなんだけどさ、いけないのかっていうのが分かって、で、金沢は遠いっていうのが分かって、で、新潟かと思って、で、新潟も遠いっちゃ遠い、その新幹線使えば、ね、乗り換え回数少なく行けるけど、その18切符で行こうとすると、それにはちょっと遠くてね、日帰りは無理だわっていう感じなんだよね。だから直線距離で行けば、ね、多少時間ね、短く行けるかなと思いきや、直線距離は行けないんだわ。こう分かれるんだね。だから、と思って。と思って。だから新潟は一応かろうじてさ、そのバスツアーで行ったことがあるから、ってことはこっち方面だよなと思って、どっちかといえばこっち方面に行きたいんだけどと思いながら、こっち方面行くとやっぱりね、ちょっとね、なんか交通の便が悪いかなんかで、だからあれか新潟ばっかり行くんだなって思ったんだよね、そのバスツアーとかでもさ。
こっち方面に行ったことがないからさ、行ったことないっていうのには、まあ、訳があって、ね、行きづらいってことなんだって今日思ってさ、ってことはよと思って。で、すげえもう全然わかんないからさ、もう路線図一生懸命探してきてさ、で、どうやら高崎からまあいろいろ行けるっぽいから、じゃあ東京から高崎まで新幹線で行って、で、そっからね、なんか18切符でいろいろ行けばいいのかなと、目論んではみたんだけど、東京から高崎に新幹線で行ったとしても1時間なんだよね。で、まあ普通その新幹線使わなかった場合は東京から高崎まではなんか2時間みたいなんだよ。ってことは1時間しか、節約できなくて、で、そっからいろいろ行くにはね、やっぱりね、時間がかかりすぎる。なんかどっちかというと、高崎までは頑張って青春18切符で行って、で、そっからね、その先から出てる新幹線に乗って、で、遠くに行った方のが、そっちの方が本数が少ないからね、なんか良さそうだけど、それにはちょっとね、今度はね、予算がかかりすぎる。予算がかかりすぎてさ、なんか青春18切符意味あるみたいな感じになってね、なんかもうこりゃダメだみたいになって、で、なんかさ、外国に行ける船に乗れて、で、船に乗れて、その青春18切符で船に乗れて、で、外国に行けるわけよね。韓国だか中国だか、わかんないけどさ、に行けるんだよね。で、それが大阪から出てると。ってことは、じゃあ大阪まで行って、で、それ乗るために青春18切符使って、で、船乗って外国行ってって考えたんだけど、その船自体がね、そもそも高いんだね。だから18切符だと半額になるらしいんで、だからまあ半額になるからね、まあ普段だったらこんなにかかるんだって思うのが半額になるんだったら、まあ元取れるといえば取れるかもしれないけど、ただね、その船乗って、乗った先ね、日帰りできないわけよ。行ってこいができないわけよ。だからね、何泊かしないといけないんだね。そうするとさ、なんだ、宿泊料もかかるし、私にはダメだ、うち猫いるからっていうことで、やめて、無理だこれ。無理だこれと思って。だから最初は大阪まで行くかと思って。大阪まで行くとしたら、またね、成田まで、青春18切符で、成田まで行き、で、成田からジェットスターで、大阪に行き、で、大阪からその船に乗りとかって考えたんだけど、いや、これ日にちがかかりすぎてダメだこりゃって思ってね。散々今日はだから調べまくってたんだな。それでなんか日が暮れたんだな。でね、結局何も決まらずじまいで終了しましたっていうね、感じでございました。吉井さん。霧ヶ峰とか涼しそうで、チャンスがあれば行きたいですそう。なんかさ、こう暑いとさ、涼しいところに行きたくなるんだけど、あ、じゃあ分かった、軽井沢とかって分かった、もう軽井沢とかって思ったんだけど、なんか調べてみたらすげえ遠いのな。で、そっかと思って、前軽井沢行った時って、なんか確か、新幹線かな。なんか車で行くから高速で連れてかれて、高速道路で連れてかれるからさ、まあ早く着くのかな、電車よりね。で、じゃあ帰りは、自由に帰ってくださいみたいな感じで、って、嘘みたいな感じでね。で、帰ってきたんだよね。で、だからその時新幹線で帰ってきたから、なんかね、日帰りできたと思うんだけど、いざね、その青春18切符で行こうとしたら、いや、遠いな。いけないな、これ、みたいなね、感じだったね。だから、じゃあこれはやっぱり無難にな、
行きやすい海に行って夏を満喫した方が良さそうみたいなね、なんか結論に至ったかな。吉井さん、猫を家に放置して一泊するのは、不可能なのですか？うんちだらけ。ああ、そうそうそう。だからまあ、まださ、若いうちの猫だったらね、健康に問題がないうちの猫だったら、まあ別に平気だと思うんだよね、一泊ぐらいはね。で、まあ、今でも一泊ぐらいはしてしまうけどさ。してしまうけどさ。で、まあ自分が落ち着かないだけなんだよね。なんか自分が気になっちゃって、旅を満喫できないわけよ。だからそれを回避するために、人にお願いしたりね。まあ一泊だったら猫は放置でね、出かけるって感じなんだけど、一泊以上になるようだったら、人に頼んで、で、ついでにね、なんだ、別の日っていうの、2日間だとしたら、ついでに2日間とも見て、みたいな感じでね。っていうか、まあ、こっちが頼まなくても、やっぱりそういうのをさ、受けてくれる人って優しいんで、毎日、行くよって言ってくれるのね。こっちが、1日だけ、都合がいい日もしあったら、見てくれると安心できるんで助かるっつって、お願いするんだけど、いや、大丈夫、毎日行くからなんて言ってくれるんだよね。まあ、それで安心して、外出することができるんだけど、まあ、1日ぐらいだったらね、大丈夫だとは思うんだけど、ただもう今ほら、にゃんこ高齢になってきてさ、なんかいろいろと発作起きたりとかするんで、それでちょっとね、で、あんまりほら、今人に頼める人もいない状態なので、ね、あんまり長く外出できないんで、みたいなことになってるんで。と、そうそうそう。で、まあ、うんちだらけ、そう、それがあるからさ、人に頼んで、いるわけよね。その、お願いするのは、水を交換するのと、あとはうんち取るのでね、お願いするんだけどさ。なので、それだね。トイレの心配があってっていう感じだったね。まあ、今はそれよりも、にゃんこの体調の方がな、ちょっと気になってみたいな、感じなんでございますよ。というわけで、本日も頑張って1時間一人で喋った。ね、よしさんありがとうございました。というわけで、本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャーを投げといていただけると私が笑顔になるんですので、よろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなかったよって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。ねえ、猫、私からは全員ここでね、転がってるの見えるんだけどな。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。